こんにちは。ミニマリストになりたい私、もちです。今回はミニマリストになりたい私が今年買ってよかったアイテムベスト10ということで、2025年に購入した私のお気に入りアイテムをランキング形式で10個ご紹介します。昔はまさに安物買いの銭失いで、お得で安いものをたくさん買っては部屋を圧迫する、ただの置物に変身させる天才でした。それからたくさんのものを手放し、物が少ないお部屋に買われた私にとっては、今や買い物は一大イベント。もうそう簡単には物は買わないですし、買うからには絶対にこれ以上ないお気に入りをお迎えしたいので、徹底的に調べてから購入します。そんな買い物超慎重派の私が、特に今年買ってよかったアイテムを厳選して10個ご紹介します。面倒なことを手放せたり、お部屋がもっと好きになったり、そんな私の暮らしの幸福度を上げてくれたアイテム揃いです。絶対に後悔しないアイテムを買いたい、買い物上手になりたい、そんな方の参考になったら嬉しいです。それではスタートです。2025年買ってよかったアイテム第10位は、無印良品のあったかアイテムです。この冬、無印良品のあったかアイテムが可愛すぎました。超冷え性の私の暮らしを支えてくれている2つのアイテムをご紹介します。まず1つ目は、あたたかファイバーかかとにフィットするルームシューズです。サイズは M サイズ、カラーはブラウンを選びました。掃除を楽にするためにと、あえてカーペットなしで過ごしている我が家。さすがに冬は床がヒヤッとするのですが、このあったかルームシューズのおかげでポカポカ快適に過ごしています。お気に入りポイントはとにかくこの素材感です。柔らかくてずっと触っていたくなるような質感なんです。クマさんみたいな見た目で可愛いですよね。さらにかかとがゴムが入っているところもお気に入りです。スリッパと違ってパタパタせず、足にしっかりフィットするので、家事をしていても走っても脱げにくくて動きやすいです。そしてさらにネットに入れれば洗濯機で丸洗いも可能なので、そこも地味に嬉しいポイントです。家族でお揃いにするのも素敵ですよね。2つ目の無印良品おすすめアイテムは、足なり直角再生ポリエステルボアフリースルームソックスです。カラーはグレイッシュブラウンにしました。こちらもモコモコした素材感がとっても可愛いんです。私はお風呂上がりの靴下として履いて体を温めています。特にこの白でもグレーでもない絶妙なニュアンスカラーがすごく好きで、一目惚れしてしまいました。でも他にも可愛い色がたくさんあって、どれにしようか選ぶのも楽しかったです。締め付け感があまりないので、冷え込む夜もこれを履いたままぐっすりも寝れそうです。このモコモコ靴下が1000円以下で買えちゃうのも嬉しいですよね。いやー、無印良品ってなんでこんなにときめくアイテムが多いんですかね。この1年他にもたくさんの新しい無印アイテムをお迎えしました。まだまだお伝えできてないものがたくさんあるので、ぜひまた動画にまとめて紹介したいなと思っています。2025年買ってよかったアイテム第9位は、ケーブル一体型充電器です。ずっと悩みだった充電スペースのコードのごちゃつきがこれのおかげで解消しました。一番のポイントは、巻き取り式のケーブルが本体に内蔵されている点です。必要な分だけをスルッと伸ばして使えて、使い終わったらシュッと素早く収納できるので、デスク周りのコードを簡単にスッキリさせられています。コンパクトに見えますが、ケーブルの長さは66センチとたっぷりあって使い勝手も抜群です。もう一つの推しポイントが高速充電に対応しているところです。こちらは最大 35W と高出力なので、とにかく充電が早いんです。私の iPhone 16は30分で半分ぐらい充電できました。充電忘れていたという時でも、出かける直前のちょっとした時間でしっかり溜まってくれるので、充電忘れももう怖くありません。本体には他にもタイプ A とタイプ C の差し込み口もあるので、追加で別の端末も充電可能です。それでいて手のひらサイズで超コンパクトなので、旅行に持っていくにもいいですよね。1点だけちょっと気になるなという点を挙げると、たまにケーブルが掃除機コードのように綺麗に戻ってくれないことがあります。その時は一度引き出してから戻すとスムーズに収まります。ケーブルの整理って私のようなズボラにはなかなかハードルが高いんですが、これ一つで解決できちゃうのが本当に最高です。ズボラミニマリストさんにぜひ使ってみてほしい便利グッズです。
2025年買ってよかったアイテム第8位は医療脱毛です。通い始めてから1年近く経ちますが、もうなんでもっと早くやんなかったんだろうと悔しくなるぐらい心からやってよかったです。私はもともと肌が結構弱くてすぐカミソリ負けしてしまったりと、本当に肌に自信がありませんでした。特に二の腕のブツブツがかなり気になっていて、学生時代からずっと夏でも腕を隠す服ばかり着ていたんですよね。でも医療脱毛を始めたこの夏はそよなしの服も人生初めて思い切って着ることができ、本当に嬉しかったです。もう今までの悩みは何だったんだろうというぐらい長年の悩みが一気に吹っ飛びました。現在は7回目の施術が終わっていますが、胸毛はもうほぼなくなりましたし、悩みだった肌質も大きく変化して、我ながら触っていて気持ちがいいぐらいスベスベサラサラになれました。で、実は昔私光脱毛はやっていたんですが、結局時間が経つと効果が薄れてきちゃったんですよね。で、一方で医療脱毛は永久脱毛と言われるほど持続性が高いのが大きなメリットです。なのでその分価格帯はかなり上がってしまうんですが、肌に悩む時間も無駄毛を処理する時間も手放せて、思い切って課金して本当に良かったです。で、ちなみに私が通っているのはブランクリニックというクリニックです。ここは医療脱毛なんて高額だから無理というイメージをガラッと変えてくれたクリニックで、広告は打たず口コミで広めているからこそ低価格が実現しているそうです。私も友人の紹介で始めたんですが、スタッフさんの施術も接客もとっても丁寧で大満足で通えています。ただ最近は人気が出過ぎてしまったのか、正直予約は取りづらくなりました。ですが早めに予約したりキャンセル枠で取ったりして、とりあえず大きな問題はなく通えています。1回分の施術が無料になる私のお友達紹介もあるので、気になる方はぜひぜひ概要欄のリンクから無料カウンセリングを受けてみてください。医療脱毛は決して安い買い物ではありませんでしたが、私にとってはこれで長年の悩みが消えたので案外安いものだったなぁと今となっては感じます。一生ものの快適さが手に入る医療脱毛への課金は大満足の投資でした。もし興味があるという方は、せっかくやるなら一日でも早い今がより長く恩恵を受けられるのでおすすめです。2025年買ってよかったアイテム第7位はモフトの多機能キャリーケースです。パソコンのケースだけでなくスタンドになる驚きのアイデア商品でした。今年ついにスマホでの動画編集を卒業して MacBook を購入した私ですが、新しいパソコンをお迎えするにあたって絶対に揃えなきゃと思っていたのが PC スタンドでした。というのも私デスクワークで姿勢が悪くなりがちで、そこから来るひどい肩こりに長年悩まされてきたんですよね。なので目線を上げてくれるスタンドが必須でした。かといってカフェや図書館に重たいスタンドを持っていくのはそれもまた辛いし、何かいいものはないかと探して見つけたのがこのモフトのケースでした。なんとこれケースがそのままスタンドになるという優れものなんです。蓋を折りたたむだけで簡単にスタンドにできますし、高さも2段階に調整できちゃいます。私は一番目線が高くなる設定がお気に入りです。ただ折りたたんだだけなのに不思議なほど安定感があるんですよね。耐荷重はなんと 10kg ということで、タイピングしていても全くぐらつかず安心して作業に集中できています。またケースとして使った時のスリムなサイズ感も気に入っています。しっかり保護されているのにかさばらず、まさに私が求めていた理想のシンプルの形です。内側には伸縮性のあるポケットもあって、コードやマウスも一緒に持ち運べちゃいます。持ち歩くときはスリムなケースとして、使うときは高機能なスタンドになるこのアイテム。荷物も減るし、机の上もすっきりするし、まさにベストアイデア賞を与えたいぐらい天才的な発明です。これ一つ持てばどこでも作業できちゃう、そんな MacBook と一緒に買って本当に良かった最高の相棒です。来年もこの子と一緒に YouTube を頑張りたいと思います。2025年買って良かったアイテム第6位はユニクロアイテムです。ちょっと欲張りなんですが、今季ユニクロで買ったお気に入りアイテムを2つご紹介させてください。1つ目はインナーの極暖ヒートテックカシミヤブレンドタートルネックティーです。で、実はすでにナチュラル、ダークグレー、黒と思っていたのですが、あまりに使い勝手が良く毎日着ているので、今季こちらのブラウンを買い足しました。一番のメリットは季節の変わり目の服を買い足さなくて済む点です。
シャツでは寒いけれどセーターには早い、そんな秋から冬までの気温が微妙な時期にこちらをインナーとして着るだけで手持ちの秋服をそのまま冬の始まりまで活用できちゃったんです。新しいお洋服をわざわざ買い足さずともインナーで調節することで季節の変わり目を乗り切れたので、服を増やしたくないミニマリストさんにはとってもおすすめです。そして重ね着でシャレ感が出るのも推しポイントです。シンプルなセーターに首元や袖口からインナーの色をちらっと覗かせるだけでちょっとおしゃれに見えるんですよね。肌が直接セーターに触れずにも済むので、セーターの洗濯の回数を減らせるのも嬉しいポイントです。ちなみに丸首タイプもあるので、タートルネックが苦手という方はこちらもおすすめです。2つ目のおすすめアイテムはフリースワイドパンツです。こちらはニードレスとのコラボのフリースパンツで、私はダークグレー S サイズを購入しました。ワイドなシルエットとサイドのライン、そして蝶のロゴがアクセントでかっこいい、とってもお気に入りのあったかパンツです。裾に調節のゴムもついているのでユニセックスのアイテムでありますが、絞れば引きずらずに履けちゃいます。で、私はこれを外に出られる寝巻きとして愛用しています。今までは寝巻きなんて適当なスウェットでいいやと思っていたんですが、買い替えのタイミングを機にちょっとそこまでのお出かけに使えるおしゃれさを基準に選んでみました。今は朝起きてそのままこの格好で朝の散歩に出かけちゃっています。そして時には一日中この楽ちんパンツでお家で過ごしたり、スタバに作業しに行ったりもしています。お部屋着も少しおしゃれにすることってなんだか気分が上がるっていうことが新たな発見でした。今まさに流行りなのか、楽ちんとおしゃれを両立できるようなお洋服がたくさんあるので、今後もそんな外着と兼用できる服を寝巻きとして選んでいきたいなと思っています。目指すは今すぐ家事で外へ飛び出したとしても恥ずかしくならない格好です。私のお洋服を捨てられない様子を見て、もちさんってきっと高いものを買うより安いものを着倒して手放していく方が合ってるんじゃないですかってコメントをいただいたんですよね。私本当にその通りだなと思いまして、割とお手頃な価格でたくさん着てたくさん循環させていくクローゼットにするために、今後ユニクロを一号洋服として活躍させていこうかなと思っています。来年はどんな良いユニクロアイテムに出会えるか楽しみです。2025年買ってよかったもの第5位はアクナルのピンクハーブクレンジングです。ミニマルで超時短、そしてお肌にも最高なクレンジングに出会っちゃいました。こちらはもうおよそ1年ずっとリピ買いしている私のガチで愛用のクレンジングで、もう人生が変わったと言っても正直過言じゃないぐらい本当に気に入っています。こちらの推しポイント1つ目はクレンジングと洗顔がなんとこれ1本で済むところです。アクナルはクレンジングのオイル成分が水で洗い流せるタイプなので、メイク落とし後の洗顔が不要なんですよね。使い方もほんと簡単で、1プッシュから2プッシュ程度乾いた手に取ってゆっくりお肌になじませるだけです。あとは濡れた手でクレンジングを乳化させてぬるま湯で洗い流せば、あっという間にメイク落としから洗顔まで完了です。ちなみに乾いた手ではなく濡れた手で洗浄すれば、朝やノーメイクの日の洗顔としても使えちゃいます。こちらのおかげでメイク落としをして洗顔してフィーリングをしてと何工程もする必要がなくなり、超時短になりました。今までフェイスケア用品でいっぱいだったお風呂場もたったこれ1本になり、とってもスッキリです。旅行もこれ1本持ってけばいいので、洗面ポーチもとってもコンパクトです。身軽になりたいミニマリストさんや特に私のようなズボラさんにも絶対におすすめしたいアイテムです。そして推しポイント2つ目は、私の話ではありますが肌調子が本当に良くなった点です。私って乾燥肌で敏感肌、小鼻の角栓に大人ニキビにもう肌悩みが本当に多くて、なかなか自分に合う洗顔アイテムを見つけるのが大変だったんですよね。で、ニキビや角栓の原因ってつまりは毛穴詰まりなので、クレンジングでしっかり落とすことが一番の解決策なのですが、洗浄力の高いクレンジングってどうしてもお肌が突っ張ってしまって肌に合わないというジレンマをずっと抱えていたんです。でもこのクレンジングは本当に優しい使い心地で、突っ張るどころかむしろしっとり潤ったんですよね。このクレンジングでゆっくりマッサージをしながら汚れを落とすようになってから、角栓の詰まりが明らかに減ってニキビもできにくくなりました。今まで出会った中で間違いなく一番自分に合うクレンジングで、お肌も今が一番好調です。
実は数年前までは実家に帰るたびに祖母にもちってどうしてこんなにニキビができるかねと心配されてしまっていたのですが、最近はもちってお肌が綺麗でいいね、おばあちゃんシワシワだから羨ましいと言ってもらえるようになりました。実はこのアイテム、長年ニキビに悩んでいた方が監修されているニキビ肌向けの洗顔クレンジングとのことで、本当に肌悩みの多い私にはぴったりのアイテムでした。肌のお手入れも楽ちんだし、調子も良くなってリアルに手放せない、生涯使いたいと思えるアイテムになりました。そして私激推しのこちらのアイテムは概要欄のリンクから購入いただけますと初回 50% オフと大変お得になりますので、ぜひチェックしてみてください。定期購入にはなるんですが、合わなければ初回でも解約できますし、配送間隔の調整もできるので、気になるなという方もまずは一度ぜひ試してみてください。ちなみにセリアで売っているシェーバー用のフィルムフックを使えば、このクレンジングがぴったりはまり浮かせることができちゃいます。2025年買ってよかったアイテム第4位は滑らない多機能ハンガーです。カラーは清潔感のあるホワイトにしてみました。今年ついに長年使っていたクリーニング店のプラスチックハンガーを卒業し、おしゃれなハンガーに統一しました。実は視聴者の方からハンガーは買えないんですかとよくコメントをいただいてたんですよね。で、プラスチックハンガーがずっと当たり前だった私にとっては、揃えるだけでそんなに変わるのかなと半信半疑だったんですが、まずは試してみようと20本購入してみたところ大満足でした。ハンガーが揃うだけでクローゼット全体が整った感じがして、服を選ぶ時間が楽しくなったんです。服ももっと厳選してより整ったクローゼットにしたいという気持ちは湧き、捨て活のモチベーションアップにもつながりました。このハンガーは機能面もすごく優秀で、肩の跡がつきにくいカーブした設計だったり、服が滑り落ちにくい素材にもなっていたりします。で、さらにボトムスやスカートもかけられる多機能さが物を増やしたくない私にはぴったりでした。ハンガーの数イコール持つ服の数と決められるので、服が増えすぎない仕組みを作れたのも嬉しいポイントでした。この多機能ハンガーはクローゼットをただの服置き場からお気に入りが並ぶ場所へ変えてくれた、本当に買ってよかったアイテムです。2025年買ってよかったアイテム第3位はスイッチボットハブ2です。一見何これという見た目ですが、こちらは家中の赤外線で操作するテレビやエアコン、照明などのリモコンを1台にまとめてスマホや音声で操作できるようにする、いわゆるスマートリモコンというアイテムです。設定は簡単で、ハブに向けてリモコンのボタンを押すだけで対象機種のリモコンを自動で見つけ出してくれます。これでスマホやスマートスピーカーで操作できるようになっちゃうんです。私の家では主にエアコンの操作に使っています。毎日タイマーで起きる前や寝た後にオンオフするように設定できたり、外出先からエアコンをつけておいて家に着いた時は暖かい状態にしておくこともできちゃいます。家を出たら自動でオフにする設定ができるのも、よくうっかり消し忘れちゃう私にはもう大助かりすぎる機能です。物理的なリモコンはもうほぼ使わずに済むので、リモコンは壁に差しっぱなしにできて、どこ行ったとリモコン探しする必要もなく、ちょっとしたお部屋の散らかり防止にもなっています。さらに温度センサーもついているのも推しポイントです。実はこのハブミニは私以上に母がとっても上手に使いこなしていて、例えば一定の温度になったら自動で冷暖房がつくように設定したりもしているんですよね。冬が超寒い古い木造物件の実家ではもうまさにギュシスのような存在になっています。また本体にある2つの物理ボタンもとっても便利で、スイッチボットで連携している操作をこのボタンに割り当てることができます。なので私はオンボタンでエアコンをつける、そしてオフボタンを押すと15分間だけ間接照明がついて、その後消灯するように設定しています。実は我が家の間接照明も同じスイッチボット製のスマートライトなので、ハブミニ2の物理ボタンで操作できちゃうんですよね。私は脱スマホをするためベッドにスマホは持ち込まないと決めているので、スマホを使わなくても枕元のこのボタン一つでエアコンや照明を操作できるこの機能が本当に活躍してくれています。スマート家電って最初は導入のハードルが高そうに感じましたが、いざ使い始めてみたら日々のちょっとした面倒を解決してくれる超便利なアイテムでした。2025年買ってよかったアイテム第2位は
ケユカの N 広がる街トート洋流 M です。カラーはブラックを購入しました。上半期買ってよかったアイテムでは第1位だったお気に入りでしたが、1年を通してもやっぱりこれは外せませんでした。このバッグの魅力一つ目はサブバッグ感のないシャレ感です。私は普段貴重品を入れた毎日バッグに荷物に応じてサブバッグを合わせるのが基本スタイルなんですが、きれいめな服に合うトートバッグってなかなか見つからなかったんですよね。そんな中探して出会ったのがこのバッグでした。洋流というシワ感のあるこの素材と特徴的なフォルムがただのトートバッグではない、ちょっとしたシャレ感を出してくれるんです。持つだけでこなれた印象にしてくれて、綺麗な服にもバッチリ合う本当に理想のカバンでした。ちなみにカラーも8色と豊富で、もうどれを買うか超迷っちゃいましたが、毎日バッグの色に合わせて私は黒色を選びました。2つ目の魅力は見た目以上に大容量なところです。一見かなりスリムなんですが、街が最大20センチまで広がるので荷物が増えてもたっぷり入っちゃうんです。もちろん MacBook も余裕で収まるサイズ感なので、毎日のお出かけには欠かせないカバンになっています。バッグ自体もとっても軽く、持ち手も肉厚でしっかりしているので、重たい荷物を入れても疲れにくいのが肩こりに悩む私には本当にありがたいです。手洗いも可能なので衛生的に保てるのも嬉しいポイントです。ちなみにズボラな私は洗濯機のおしゃれ着洗いで洗っちゃってます。この最強のサブバッグに出会えたおかげで、もったいなくてなかなか捨てられずにいた他のトートバッグたちも一気に手放すことができました。サブバッグ迷子の方に絶対におすすめしたいアイテムです。2025年買ってよかったアイテム第1位は新しい経験です。物じゃなくて本当にすいません。でも今年1年のお金の使い道で何が一番幸せだったろうといろいろ考えてみましたが、やっぱり頭に浮かんだのは物よりも経験でした。今年は退職をして時間に余裕ができたこともあり、マレーシア、シンガポール、グアムとずっと行きたかった海外へ旅をすることができました。また勇気を出して挑戦したスカイダイビングも正直もう二度とやりたくないと思うほど怖かったんですが、今となっては一生忘れられない、やってよかったと思える最高の思い出になりました。それからずっと興味があったイメージコンサルタントを目指して学校に通ったことも私にとっては貴重な経験でした。大人になってから何かに夢中で取り組んだり新しいことを学ぶのって本当に楽しくって刺激的ですよね。そして不思議なことに旅行行ったり新たな挑戦をしたりすると、物への執着が驚くほど消えていく瞬間があるんです。ただ物にお金を使うことって実はちっぽけなことなのかもしれない、そんな風に思えたりするんですよね。もちろんこうした大きなイベントだけが経験ではありません。大好きな友人たちと美味しいご飯を食べに行ったり、たわいもない会話で笑ったりする、そんな日常の時間も私にとっては最高のお金の使い道でした。経験にお金を使うって人生を面白くするパワーを秘めていると思うんです。ミニマリストになりたいと自分にとって何が大切か向き合いながら物をこれまで減らしてきましたが、結局一番大切にしたかったのはこうした経験であり過ごす時間だったんだなと改めて気づくことができました。とはいえ私も物欲が湧いてくる時は今も全然あります。というかしょっちゅうですね。そんな時は経験にお金を使った時の心から満たされる感覚をこの動画を見返してそっと思い出したいなと思っています。以上が2025年買ってよかったアイテムベスト10でした。紹介したアイテムは概要欄にリンクを掲載していますので、気になるアイテムはぜひぜひチェックしてみてください。そして楽天ルームにもお気に入りアイテムをどんどん更新していますので、こちらも見てみてください。で、実は泣く泣くランク外にはしてしまったけれど、どうしても良さを伝えたいアイテムが他にもたくさんあるので、番外編としてこの後全てサクッとご紹介させていただきます。そんな私のわがままに付き合ってくれる方はこの後のおまけ動画までどうぞお楽しみください。それでは今年も動画を見てくださり本当にありがとうございました。ということで、ここからはランキングに入りきらなかったけど良さを伝えたい、そんなアイテムをご紹介します。まずはチラシお断りシール。ポストに貼ったその日からチラシが全く入らなくなり、超効果絶大でした。チラシと郵便物を分けたり捨てたりという手間がなくなり超おすすめです。
続いてはミルクタッチのトーンオンシャドウパレットです。アイシャドウ、アイブロウ、チーク、さらにハイライトとシェーディングまで、これ一つでほぼメイクが完成できちゃいます。旅行に持っていくのも超コンパクトです。そして最近始めたのがこの5年日記。実は私、日記が全然続かないタイプなのですが、改めて日々感じたことを書き残したり、毎日を味わいながら過ごしたり、そして長く続けて自分の成長も感じてみたくて始めてみました。さあ続けられるか、今後に乞うご期待です。愛用しているロンシャンのバッグ用に買った底板とハンドルカバーもとってもおすすめです。底板を入れることで型崩れせず綺麗な形をキープできるし、ハンドルカバーのおかげで荷物が重い時に肩が痛くなるのが劇的に解消されました。お気に入りのバッグがもっと使い心地が良くなって大満足です。次は同志社の蓋付きタンブラーです。この直飲みできる形で飲むあったかい飲み物ってカフェみたいですごくテンションが上がるんですよね。シンプルなデザインがとってもお気に入りです。カバンに入れても全然液漏れせず、しっかり保温してくれて、お出かけする時には必ず持っていくアイテムです。最後は充電式のポータブルライト。コードレスなので電源が届かない場所でも使えますし、明るさも3段階、色味も3種類の光に変えられて好みに調光できるのがお気に入りです。お部屋も間接照明があると一気におしゃれな雰囲気になりますよね。実は先日我が家が停電して一晩電気なし生活を余儀なくされたんですが、このライトがあったおかげでそんな夜も安全が確保できて本当に助かりました。災害への備えとしても心からお勧めしたいアイテムです。おまけで紹介しているアイテムも概要欄に載せてますので、ぜひチェックしてみてください。それでは皆様、良いお年を。